私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は、定年後も働き続けることで得られる7つの恩恵について、心理学の視点からお話ししていきます。心理学の研究によると、定年後に働き続けることは、お金のためだけではなく、心と体の健康、そして日々の充実感にも良い影響があることが分かっています。もし元気に働けるのなら、60歳や65歳で仕事を辞めるのではなく、働き続けた方がいい理由を、今回は詳しく解説しましょう。まず、一つ目の理由は、アイデンティティを保つためです。長年の経験や努力で築いてきた職業人としての自分は、ただの肩書きでは語りきれない深い意味を持っています。こうした職業的アイデンティティは、自分が自分であると感じるための大切な核であり、その人らしさを形作る大事な要素です。私は教師です。私は技術者です。といった自己定義は、何十年もかけて培われ、その人の生き方や人格の土台になってきたものです。もし、定年で突然その役割がなくなってしまうと、多くの人が自分は何者なのかとわからなくなってしまうでしょう。心理学ではこの状態をアイデンティティクライシスと呼び、心に大きな困難を引き起こすことがあるとされています。精神科医の和田秀樹先生は、定年退職を、自分の居場所も人間関係も失う最悪の制度と表現しています。先生は、職場や仲間といった愛着の対象を失う対象喪失と、自分を認めてくれる存在を失う自己愛喪失という、二重の打撃な心に大きなダメージを与えると指摘しています。実際、定年の時期には、うつ病の発症率が高くなるという報告もあり、アイデンティティが揺らぐことで、心の健康を損なうリスクは無視できません。さらに大切なのが、心理学者アルバート・バンデューラが提唱した自己効力感です。自分にはまだ力がある、自分は価値のある存在だ、と感じられることが、心の安定と元気の源になるからです。職場での成果、同僚からの感謝、顧客からの評価といった日々の出来事がこの感覚を支えてくれるでしょう。でも退職するとそうした体験が急になくなり、自己価値観が大きく下がってしまう危険があるのです。だからこそ元気に働けるうちは仕事を続けることが職業的アイデンティティを保ち、自己効力感や自己価値観を安定させる有効な方法になるわけです。二つ目の恩恵は、脳を若く保てるということです。仕事を続けるというのは、毎日、脳をしっかり使い続けるということでもあります。定年後に何もしない生活と比べると、認知機能を保つ上で大きな利点になるでしょう。神経科学の研究では、よく使う神経回路はどんどん強化され、逆に使わない回路は少しずつ衰えていくことが分かっています。つまり、仕事を続けることで、問題解決力や判断力、記憶力、注意力といった認知機能が日常的に刺激され、維持されるだけでなく、さらに高まっていくのです。反対に、脳への刺激が少ない生活は、認知機能の低下や認知症のリスクを高めることが多くの研究で報告されています。アルツハイマー協会も、脳を積極的に使い続ける人ほど思考力が高く、挑戦しない人ほど認知機能低下のリスクが高いと指摘しています。さらに最新の大規模研究では、
日常的に読書や計算といった知的活動をよく行う人は、60代になっても能力が伸び続ける一方、ほとんど行わない人は30代半ばから、能力の低下が始まることが分かっています。ドイツで16歳から65歳の成人を長期間追跡した研究では、脳をよく使う人ほど、長期的に認知スキルを維持向上させやすい、という結果が出ています。職場での日常の活動は、脳にとって理想的な刺激です。新しい課題に取り組むこと、同僚と意見を交わすこと、最新の知識や技術を学ぶこと、複雑な問題を解決することなど、こうした経験が脳の様々な領域を活性化させるのです。脳を元気に保ち、若々しくいるためにも、仕事を続けることは、とても有効な方法と言えるでしょう。3つ目の恩恵は、孤独から解放されることです。高齢期の心の健康を脅かす大きな要因の一つが、社会的孤立です。ハーバード大学が80年以上続けてきたハーバード成人発達研究では、人生の幸福度や健康度を決める最大の要因は、良好な人間関係であることが分かっています。反対に、慢性的な孤独は幸福感を奪い、心身の健康を損ない、さらには死亡率までも高めるという、深刻な影響があることが示されています。つまり、満たされた人間関係こそが、健康で幸せな人生の土台と言えるのです。その点、仕事を通じて築かれる人とのつながりは、自然に人間関係を保てる理想的な場になるでしょう。同僚との何気ない会話や、共通の目標に向かって力を合わせるチームワーク、経験や知識のやり取りなどの日々の交流は、退職後に陥りやすい孤立を防ぐ大切な支えになってくれます。しかも、職場での人間関係は、家族とは違う刺激を与えてくれ、広い視野や多様な価値観に触れるチャンスにもなるでしょう。心理学者のハウスはソーシャルサポートという考え方を提唱しています。この考え方は4つの要素から成り立っていて、その4つとは、困った時に寄り添い励ましてくれる情緒的なサポート、知識や助言といった情報的なサポート、実際に手を貸してくれる手段的なサポート、そして自分の努力や成果を認めてもらう評価的なサポートです。職場では、この4つすべてを得ることができるでしょう。こうした多面的な支えは、心の安定をもたらし、さらに人としての成長を後押ししてくれるものです。だからこそ、社会的孤立を防ぐためにも、働き続けることは、とても望ましい選択と言えるでしょう。4つ目の恩恵は、目的意識と生きがいです。オーストリアの精神科医、ビクトール・フランクルは、著書、夜と霧の中で、人生に意味を見出すことこそ、人間の根源的な原動力であり、たとえ過酷な状況でも、生きる意味があれば乗り越えられると語っています。この考えは、フランクル自身が強制収容所で経験した極限の現実、そして多くの臨床例に裏付けられたものです。現代心理学の研究でも、人生に目的意識を持っている人ほど、幸福度や健康状態が良いことが分かっています。多くの人にとって、仕事は人生の目的を与えてくれる大きな源泉です。働き続けることで、社会に貢献している、誰かの役に立っている、まだ成長を続けている、という実感を持ち続けることができるでしょう。こうした感覚は、趣味や娯楽だけでは得られない、深い満足感と充実感をもたらしてくれるものです。自分の知識や経験が確かに誰かの役に立ち、
社会に影響を与えていると感じられることは、自分の存在意義を改めて確信させてくれる、とても貴重な体験でしょう。5つ目の恩恵は、変化への賢い適応です。急な環境の変化は、年齢に関係なく、大きな心理的ストレスを引き起こすものです。ストレス心理学の研究では、変化が大きければ大きいほど、適応するためにかかる時間や労力も増えることが分かっています。ライフイベントの心理的負担を数値化した、社会的最適応評価尺度という指標があります。ここでは定年退職のストレス値は、およそ44とされていて、これは結婚が50、転職が39といった数値と、ほぼ同じくらいです。つまり退職は、心理的にも、かなりエネルギーを使う出来事だということです。特に、フルタイム勤務から突然仕事がゼロになると、日課、収入、社会的役割といった複数の要素が、一度に変化してしまいます。その結果、ストレスが重なり合って、心や体に大きな負担となるのです。だからこそ、段階的に引退する方法は、とても適応しやすいものと言えるでしょう。例えば、フルタイムからパートタイムに移行する。管理職から専門職へシフトする。正社員から契約社員になるといった形で、少しずつ働き方を変えていけば、生活リズムや自己イメージの変化が緩やかになり、ストレスもだいぶ減らせるはずです。もう一つ大事なのが選択の自由がもたらす心理的効果です。働きたいから働くという自分から選んだ働き方は、働かなければならないという義務感とは全く違うでしょう。研究でも同じ仕事でも自分の意思で選んだ場合は、心理的な満足度が高く、パフォーマンスも幸福感も上がることが分かっています。さらに、働き続けることは、人生の新しいステージにあった、ワークライフバランスを作り直すチャンスにもなるでしょう。定年後に完全に仕事を辞めると、時間が一気に自由になりすぎて、かえって張り合いがなくなってしまいます。でも、かといってフルタイムを続ければ、余暇は減ってしまうでしょう。その中間にある、程よく働き、程よく遊ぶという生活は、心にも体にも健康的なのです。柔軟な働き方を取り入れて、趣味や家族との時間も大切にすれば、今まで以上に豊かで多彩な人生を送ることができるでしょう。6つ目の恩恵は、安心が生む心の余裕です。経済心理学の研究では、経済的不安が慢性的なストレスの大きな原因になることが一貫して示されています。お金の悩みは若い世代でも重くのしかかりますが、収入が限られる老後ではさらに強い不安となるでしょう。年金だけで生活できるのか、将来の医療費や介護費用はどうするのか、子供や孫への手術はどうなるのか、こうした複数の不安が心に影を落とし、高齢期のメンタルヘルスを揺さぶります。慢性的な経済ストレスは、高血圧や免疫力の低下といった体への影響に加え、不安障害やうつ病のリスクを高めることもわかっています。だからこそ、働き続けて安定した収入を得ることは、これらの不安を和らげ、心の安定を支える大きな力になるのです。経済的なゆとりがあると、将来への心配が減るだけでなく、旅行や趣味、新しい学びへの投資もできるようになり、生活の質がぐっと上がるでしょう。さらに、経済的に自立していることで、家族との関係も良い方向に働きます。子供たちに頼らずに暮らせることは、
親としての自尊心を保ち、家族全体の心理的な安定にもつながるからです。つまり、継続して働くことは、心だけでなく、体、家族関係、そして生活全体を健やかに保つ、多面的なメリットをもたらしてくれると言えるのです。7つ目の恩恵は、成長し続ける喜びです。学ぶことに年齢制限はないという言葉は、ただの理想ではなく、心理学の研究でも裏付けられた事実です。学び続けることは、認知機能を保つだけでなく、精神的な満足感を高める効果もあると分かっています。働き続けることで、新しい技術や知識に触れる機会が自然と増えるでしょう。そして自分はまだ成長できるという手応えを感じながら、張りのある生活が可能になるでしょう。心理学者の系、アンダース・エリクソンが提唱した熟達理論では、年齢に関係なく、意図的で計画的な練習を積み重ねることで、スキルを伸ばし続けられるとされています。エリクソンは、才能よりも、継続的な訓練こそが、卓越した能力を生むと述べました。例えば、チェスのグランドマスターが、高齢になっても高い実力を保てるのは、日々の練習を欠かさないからだと言います。逆に若くても、練習をやめてしまえば、能力は停滞してしまうのです。年齢を重ねても成長し続けられると思うと、大きな勇気が湧いてきますよ。もちろん、反射神経や運動能力のように、どうしても年齢とともに衰える部分はあるでしょう。けれども、知的スキルや熟練した技術については、年齢が決定的な壁になるわけではないのです。人は何歳になっても成長できる方法を見つけられる。というエリクソンの前向きな考え方は、実際に高齢になっても、第一線で活躍している職人や専門家たちの姿が、証明してくれています。仕事を続けることは、この意図的練習を日常生活の中で無理なく続けられる、最高の方法とも言えるでしょう。今回の話をまとめてみましょう。今回は、定年後も働き続けることで得られる、7つの恩恵についてお話ししました。仕事を続けることは、経済面のメリットだけでなく、心と体の健康や日々の充実感にもつながり、人生をより豊かに輝かせてくれます。今回ご紹介したアイデンティティの維持、認知機能の保持、社会的孤立の予防、深い目的意識、変化への適応、経済的安心感、成長し続ける喜びは、どれもお互いに影響し合いながら、人生の後半を支える大切な土台になってくれるでしょう。もちろん、誰もが定年後も働き続けるべきだという話ではありません。価値観や健康状態、家族の事情、経済的な条件など、いろいろな要素を考えた上で決める必要があるでしょう。それでも、心身ともに元気で、まだ働きたい、社会に貢献したいと感じているのに、ただ年齢だけを理由に力を発揮しないのは、やはりもったいないことです。長年積み重ねてきた経験や知恵は、あなた自身にとっても、そして社会にとっても、大切な財産です。それを生かすことで、自分自身の幸福感はさらに高まり、周囲や社会に良い影響を与えることにもつながるでしょう。もしあなたが60歳、65歳になっても、まだまだ元気で働ける、社会に関わり続けたいと思えるなら、その気持ちは心理学の研究でも裏付けられた、とても確かな選択です。年齢の悪にとらわれず、自分らしい働き方を見つけ、人生の新しいステージを前向きに、そして誇りを持って歩んでいきましょう。
ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。